はいどうも、海外テックのこれまじミントです。リナです。実際に手元で動かして確かめる番組です。今日は同じくウェン 3.8、27B の量子化ファイルを6本、同じ土俵で測りました。先に結論。同じ名前の量子化でも中身は作り手ごとに別物でした。同じ名前なのに別物なんですか？サイズも速度も精度も動く機能まで違いました。うちの普段の相棒はアンスロースの量子化ファイルです。今日はアンスロース以外の作り手のファイルを片っ端から試します。そもそも量子化ファイルって名前で選ぶものだと思っていました。94とか95とか。そこで面白い実測があります。量子化の作り手の一つ、アトミックチャットが自分で測って公開したデータです。94、K、M という全く同じ名前のファイルが3つの配布元でサイズは 16.8GB から 19.0GB までバラバラ、元のモデルからのズレを測る KL ダイバージェンスという数字も2倍近く違いました。同じ名前でズレが2倍。アトミックチャットはこれをこうまとめています。量子化の名前はレシピの注文表のようなもの、出来上がりの保証書まではついてこないんです。注文表、同じ、カレーを頼んでも店ごとに別の料理が出てくるみたいな話ですか？その通りです。だから今日はお店ごと、つまり作り手ごとに食べ比べます。比較の条件はどう揃えたんですか？マシンは1台に固定、RTX3090 の 24GB、WSL2 の上の Ubuntu 24.04、ラマ CPP も同じビルドです。コンテキスト約10万トークン、同じ C++ ソースの要約課題、乱数の種も固定、条件はそのまま、ファイルだけ差し替えます。ネットではこれが最速みたいな話も流れていますよね。ああいうのは見ないんですか？今日は判断材料にしません。各社の公式の主張は主張として紹介して、うちの実測と付き合わせます。出場選手はこの6本。小さい方は 12.6GB、大きい方は 19.0GB まであります。同じモデルなのに 6.4GB も差があるんですね。しかも今回は IQ4、XS という同じ量子化タイプが3社から揃いました。同じタイプで作り手だけが違う、直接対決が組めるんです。これは楽しみです。では一人ずつ入場お願いします。まず基準になるのは、うちで普段使っているアンスロースです。構成データで感度を測って、重要度の高いテンソルに太いビットを配る方式ですね。いつもうちで動いているあのファイルですね。強いんですか？競合のアトミックチャットの実測でも、アンスロースの忠実さはサイズの割に高い、と出ています。ライバル公認の基準です。そのアトミックチャットは、情報公開が突出した作り手です。構成に使ったコーパスも、公開している各ファイルの測定値も、加工前のログまで全部公開しています。自分の負けデータまで公開しているんですか？そうなんです。自社ファイルがアンスロースより KL では劣ることも自分で明記。さらに、17、19GB の帯でビットの置き場所を変えた10バージョンを測る設計実験まで載っています。置き場所だけで何か変わるんですか？全部の層を同じに扱ったバージョンと置き場所を練ったバージョンで、ズレの数字が半分まで変わりました。腕の見せ所はどこに太いビットを置くかなんです。3人目のバルトウスキーはコリニティの定番です。ラマ CPP 本家のリリース版に忠実に木をてらわず作る、どのバージョンで作ったかも明記する、教科書通りの優等生です。迷ったら 94、K、M って自分で言っちゃうくらいの再現性の人なんですね。4人目のエムラダーマッハーは物量作戦、公開モデルをほぼ全部、自動パイプラインで量子化して配る人です。15.3GB と IQ4、XS の3社で一番削っています。量産型って性能は大丈夫なんですか？それを後半の実測で確かめます。実は今日の台風の目です。5人目は本家、ラマ CPP を作っている GGML、ORG の公式ファイル、自動変換そのまま、調整なしの姿で、19.0GB と同名の 94、K、M の中で一番大きいファイルです。公式ならこれを選べば間違いない気がしますけど。普通はそう考えますよね。この後の実測で意外な結果が出ます。最後はワイルドカード、エンペロの日、今回最小の 12.6GB で、クエン 3.8 の64層構造を名指しで解析した専用の混ぜ方だ、と主張しています。基準のアンスロースより5ギガ以上小さい。そんなに削って大丈夫なんですか？品質をどこまで残せているか、そこが見どころです。では実測です。まず、登記なしの生成速度、プロンプトの長さを8000から64000トークンまで4段階に変えて測りました。どうなりました？早い組は毎秒43トークン台、遅い組は36トークン台、先頭はバルトウスキーとエムラダーマッハーの IQ4、XS 勢い、
最後尾が公式の GGML、ORG でした。本家の公式ファイルがビリー。はい。この順位には後で種明かしがあります。先に、もう一つの速度を。こちらは冬季レコード、モデルに同梱の、下書き係を使う、うちの常用構成です。動いた5本は5割から6割半も速くなって、一番速いエムラダーマッハーは64000トークンの長文でも毎秒 51.6 トークン出ました。終わり増しはすごい。あれ、5本。6本目はどうしたんですか？それが2つ目の事件です。公式の GGML、ORG だけ、冬季構成では起動すらしませんでした。公式だけ、動かない。下書き係の MTP ヘッドを本体から外して別ファイルで配る方針だからです。別ファイルを足す経路は未検証なので、本体単体では、の話ですが、冬季が動かせないのは6本でここだけでした。選び方で、速さに加えて、使える機能まで変わっちゃうんですね。ちなみに下書きが採用される割合は、動いた5本とも6割台後半で綺麗に揃いました。少なくともこの環境では、部品さえ残してあれば冬季の機器に作り手の差は出ませんでした。それで、さっきの種明かしって何ですか？速度の順位を、ファイルサイズの順と並べると、ほぼ逆順で一致します。12.6GB のリッチや 15GB 台の2本が速く、19.0GB の GGML、ORG が遅い。本当だ。綺麗に逆さま。生成の速度は、重みをメモリから読む速さでほぼ決まるんです。小さいファイルが速いのは、ほぼ物理です。だから本当の勝負は、どれだけ削って、賢さを残せたか。次は精度です。精度の前にメモリを1枚だけ。ウイラム消費は、OS 側の常駐 2GB ほど込みで、リッチの 17.3GB から公式の 24.0GB まで、7GB 近く余る構成から、残り500メガの綱渡りまで分かれました。17GB なら、他の作業と同居できちゃいますね。そして面白いことに、コンテキストを13万トークンまで伸ばしても、ウイラムはほとんど増えず、6本全部がロードできました。長文にしたら、その分メモリを食うものだと思っていました。クエン 3.8 は、記録を貯める普通のアテンションが64層中16層だけのハイブリッド構造だからです。解説会を概要欄に置いています。いよいよ精度、ウィキテキストという定番コーパスで、予測の上手さを表すパープレクシティを6本同一条件で測りました。順位はどうなりました？ 1 位はエムラダーマッハー、2位バルトウスキー、3位が基準のアンスロース、4位アトミックチャット。ただしここ、大事な注意があります。上位4本の差は、測定誤差と同じくらいの大きさしかありません。物差しも1種類だけなので、順位は参考程度です。つまり、上位の4本はほぼ横並び、ということですか？そう読むのが誠実です。IQ4、XS の3本で一番削った量産型が最上位グループに入った、という事実だけでも十分に面白いですけどね。台風の目、本当に強かった。一方、19.0GB で最大の公式 GGML、ORG は数字の上でかい。そしてはっきり差が出たのが最小のリッチで、基準より 8.6% 悪い。この物差しでは明確なコストを払っていました。リッチはダメだった、ということですか？リッチの 12.6GB は他の5本より1階級小さいファイルなんです。品質を1割弱払って、ウイラムを 5.6GB 買い戻すトレード。ちなみに64000トークンの要約を目で読んだ範囲では、崩れはありませんでした。ウイラムを節約したい人には、6本の中でこれが第一候補です。そして今日一番奥が深い1枚がこれです。アトミックチャットの公表 KL では、サイズを考えると基準のアンスロースが最上位クラス。ところがうちのパープレクシティでは、構成データを使うアイマトリックス系の2本が上に来ました。物差しで景色が変わるんです。実測同士が喧嘩してる。どちらも正しいんです。KL は元のモデルへの忠実さ。パープレクシティはそのコーパスでの上手さ。測っている問いが違うんです。元のモデルへの忠実さで選ぶならアンスロースで、この文章テストの数字なら構成データ系の2本。と。何を最適化するかという作り手の思想が評価の物差しの選び方にまで現れている。今日の企画で私が一番感心したのは、実はここでした。最後に答え合わせ。6本の GGUF ファイルの中身を直接開いて、部品ごとのビット幅を全部ダンプしました。中身って開けてみられるものなんですね。メタデータに全部書いてあります。一番設計が割れたのは、このモデル特有の GDN 状態という部品でした。フル精度で残す作り手から4ビット級まで削る作り手まで、6社で4通りに分かれました。さっき、うちは構造を名指しで直した、と主張していたリッチの言い分は、本当だったんですか？リッチが相手取っていたのは2ビット級の汎用量子化なので、今回の顔ぶれだけで白黒はつけられません。
ただ、GDN 状態の扱いが配布元ごとに大きく違うこと自体は実物で確認できました。ワルトウスキーはフル精度で残し、アンスロースとエムラダーマッハーは4ビット級。リッチの問題意識が的外れでないことはわかります。これからリッチの 12.6GB の種明かしもここにありました。重みの大半を占める FFN を2ビット級まで削り込んで、浮いた分を大事な部品に回す、極端な傾斜配分です。あの小ささは削る場所を思い切り選んだ結果なんですね。そして6本で唯一、揃った部品が1つだけありました。最後の出力ヘッドは、全員が同じ太めのビット幅、出力ヘッドだけは削らない。ここだけは、流儀の違う6人が全員一致です。唯一の共通見解、見つけちゃいましたね。結局どれを使えばいいんですか？用途別に整理しました。24GB で総合力なら、エムラダーマッハーカバルトウスキー、速度とメモリで基準超え、精度の数字も並び以上、忠実さ最優先ならアンスロース、測定の透明性ならアトミックチャット、ウィラム節約と同居作業ならリッチです。公式の GGML、ORG は今回の測定では、最大で、最遅で、精度も下位で、本体だけでは陶器も使えませんでした。ただ、調整を加えない元の姿だからこそ、各社の工夫がどれだけ効いているかを測る基準にはなります。というわけで一行結論。同じ名前でも、中身は別物。量子化は、作り手で選ぶ時代です。名前は入り口、中身は作り手。ビットの置き場所、公開の姿勢、実測の結果まで見て選ぶと、同じ 24GB のグラボがもう一段働いてくれます。皆さんはどの作り手のファイルを使っていますか？選んだ理由もコメントで教えてください。測定の条件は固定コメントにまとめました。クエン 3.8、27B そのものの仕組みは概要欄の解説会からどうぞ。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。次の実測の励みになります。それではまた次の実測でお会いしましょう。お相手はミナとミントでした。